前回の動画でコロンビアの滞在先のボランティアを紹介したソタリオ。今回はお世話になっとる家族とクリスマスを過ごします。ちょっと変わったコロンビアでのクリスマスの過ごし方、ぜひ見てみて。こんにちは、ソータです。こんにちは、リアです。ソタリオは世界一周36カ国目、現在コロンビアの首都ボゴタに近いカルケサという村でボランティア活動をしています。ここではね、ワークアウェイというサービスを使って3週間 NGO 団体を運営している家族のもとでね、一緒に生活しております。現在2023年の12月の20日です。12月の20日は何ですか？ソータの誕生日ですね。今日は私の誕生日です。けどね、ここはね、小さな村なので特にやることがございません。しかも一緒に生活してるね、家族の方はお仕事の関係でボゴタというね、首都の方に行ってしまったので、私たちしかおりません。じゃあ今日は何をやりますか？歩きつつ美味しそうなものをね、ちょこちょこつまみ食いするスタイルで一日を過ごしたいと思います。でね、この動画は俺の誕生日と12月24日クリスマスが近いということで、その2つをお届けしたいと思います。じゃあまずはアイスでも食べますか？安いし、だからここの今の小さな村も見せながらちょっと街歩きした Vlog をまずは撮りましょう。はい、こんな感じの小さな村におります。ちなみにここが一番大きな中心地ですね。なんか中心の広場みたいなところでね。はい。で、そこの後ろに見えてる教会がここの村のシンボルです。今日はいっぱいお金を使わせてくれるってことでしょ、私の誕生日だから。いっぱい？はい。コロンビアはね、日本よりもかなり物価が安いから、結構安い値段でいっぱい食べれるからいいね。私の好きなアイスクリームケーソ、これがめっちゃ美味しいんですよ。買いました。チーズベースのアイスクリームに中にこうやって大きいね、ドライフルーツみたいなのが入っとって、ここコロンビアはね、塩気と甘みをミックスさせるのが多いらしくて、だからこのケソ、チーズとドライフルーツを定番の組み合わせらしいです。乾杯。コロンビアしかないしな。うまっ、めっちゃうまい。まずはこれが誕生日プレゼントの1つ目ということですね。さあ、ということで続いてはレストランにやってきました。唯一くらいのレストランですね、ここの村の。レストランっていうかファストフードやな。ということでね、俺はお肉を食べたかったのでお肉が食べれるお店にやってきました。楽しみやな。はい、待ちましょう。さあ、到着しました。こちらがコロンビアで有名なオリジナルビールですね。村人がよく飲んどるのがこのアギラビール。水っぽいけど苦味のあるビールです。誕生日おめでとう。美味しい。キリッとしたなあ。炭酸が強いねえ。グラシアス。今日のメインは牛肉のステーキ。300g はあるだろう大きなステーキにご飯やサラダ、ポテトとかいろんな種類のフライまでついとる。まさかな、こんなに多いとは思わんくてびっくりした。お肉は分厚くてめちゃくちゃ食べ応えがある。久しぶりにこんないっぱいお肉食べた。備え付けのなんかよくわからんソースにつけるとなおよし。ステーキなんていつぶりやろうか。お腹も心も満たされたお昼ご飯でした。日本では2人前ぐらいありそうな量で全部食べきれず、食べきれやんかった分はお持ち帰りした。ビールとこの量のお料理で2人でなんと約2200円やった。はい、ごちそうさまでした。超多かったな。超多かった。めっちゃ大満足でした。ということで、お腹もいっぱいになったので、ちょっと休憩してのんびりしましょう。はい、ということでね、夜になりました。ここがね、今泊まらせてもらってるボランティア先の家族のお家です。こんな感じのリビングルーム兼子供部屋で子供と一緒に寝てます。こんな感じに進むとキッチンがございます。リオちゃん。はい。今日の夜ご飯は何を作ってくれてるんですか？今日はね、ちょっと簡単な日本食を作ります。はい。今ご飯と、これがわかめスープ。スープだけ作ってる。おー、すごっ。おー、持ってきたやつですね。持ってきたやつを水に戻しました。これが今回のメインディッシュだけど、昼食べた牛肉のステーキが余ったから、それを今柔らかくして肉とご飯みたいにして食べようと思います。はい、ちょっと日本食っぽくな。今ね、家族の人たちは今ボゴタっていう中心の首都から帰ってきてます。ちなみにボゴタからここの村までは30キロくらいしか離れてないのに、バスで行くと3時間くらいかかります。やばいよな。じゃあ夜ご飯まで待ちましょう。家族が首都から帰ってきて、なんとケーキを用意してくれました。用事があってバタバタした数日を過ごした後でめちゃくちゃ疲れとるはずやのに、一緒に誕生日祝ってくれて本当にあったかい家族。Hasta el año 3000. ¡Bravo!
時間であることを願っています。そしてこれからは私たちの家族の一員であり、私たちの家で私たちの生活で永遠に体験されることを前もって知っておいてください。そして私たちの願いは、あなたがコロンビアでの誕生日を新しい友人たちといつまでも忘れないでいてくれることです。Gracias. Salud, niños, salud. コロンビアカラーのけん玉、コマ、ヨーヨーをプレゼントでいただきました。Tradicional. Esto es harina Ajá. de sagú. Es- ¿Quieres cuchara? Cuchara sí. 子供たちワクワクケーキタイム。海外のケーキって甘すぎるもんが多いけど、これはそんなに甘くなくて美味しかった。なんと気使ってリオにまでミニプレゼントを用意してくれとった。優しすぎる。 ¡Oh, Colombia! Gracias. Oh, muy bonito. Gracias. Las abuelas. Galleta, galleta. この村限定のお菓子、トウモロコシでできたクッキーにチーズ風味のカンパンみたいなビスケット。父ちゃんがコマの回し方を教えてくれました。¿Dónde? ¡Oh! けん玉もいただいたけど、日本のよりはめちゃめちゃ難易度高いと思う。夜ご飯では賛否両論を楽しみに家族にわかめスープを飲ませてみた。 Huele feo. No me te gusta. ¿Oh? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Kiri. Pero ¿cómo consiguió Oh. 海に面してないこの村ではまず海鮮を食べることがないから口に合わないのも納得。でも母ちゃんは不思議がりながらも未知の味で美味しいって全部食べてくれました。 Sabe entra feo, pero me gustó. A mí la verdad sí no me gustó. ¿No te gusta? Sí, sí, no problema. Ya lo probé. さあ、ということでね、私の誕生日が終わりました。ディオさん。ディオさんはもう寝てます、あそこで。こんな感じで3人で寝っ転がって寝てます。最高な誕生日になりましたね。めっちゃ優しかったな、本当に。じゃあね、次はクリスマスの感じがどんな感じなのか。クリスマスはわかめスープを作らずに、コロンビアの人たちも食べれるような日本食一緒に作りましょう、ディオちゃん。まあ、クリスマスはリオの誕生日プレゼントやな。あ、そっか。そうやな。じゃあそれを楽しみに。じゃあ行きましょう、クリスマスへ。ということで、12月24日になりました。はい、日本はもう25日ですけど、コロンビアは今日がクリスマスイブです。はい。ということで今日は日本食を作ったり、コロンビアの家族たちはね、コロンビア料理を作ってくれたり、あとはみんなでプレゼント交換したり、どうなるか分かりませんが、楽しい一日にしましょう。はい、ということで今日は日本食をたくさん作ってくれるということなのでね、今から買い出しにやってきました。どこに行く？まず何買いに行く？まずそこにスーパーがあるから、はい。そこでなんか野菜とかそういう系買おう。はい。ちなみにね、今住んでるところの村は全て徒歩圏内にございますので、生活は簡単ですが、坂が多いです。村のスーパーで買い物。唐揚げ作るための小麦粉と片栗粉探しに来たらトウモロコシ粉ばっかり。ちなみに片栗粉は存在しないらしく売ってませんでした。世界一周の自炊で重宝するニンニクパウダーはなんと40円。これは買うしかないな。スーパーに売ってへんだお肉類はお肉屋さんに行って購入。鶏の下半身部分全部が1羽400円。安い。野菜類もスーパーとは別に八百屋さんで購入。コロンビアはフルーツの種類がめちゃくちゃ豊富で安いし、見たことないフルーツもいっぱいある。野菜やフルーツセットが80円ぐらいで売っとってめちゃくちゃお値打ち。ということでね、買い物が一段落しました。以前ね、プレゼントをボゴタにね、ここの家族と一緒に買いに行ったんだけど、その時にこっそりここの子供たちにも買いました。俺らからのプレゼントですね。ちょっと紹介しましょうよ。スパイダーマンが大好き。大好きなので、こちらスパイダーマンの出てくるやつ、遊べるような。なあ、これ俺見つけた時一目惚れやった。絶対いいと思った。もう一個一緒に住んでる女の子いるんですけど、この女の子にはこちら買いました。フローズンの人
量だね。その女の子は男の子のいとこなのよ。ちゃんとねこのぬいぐるみ見せて、これ好きって聞いたら好きって言ってたから、ちゃんと調査もしてるので。しかもなんかこれの服も持ってたよね、フローズンの。そう、このアナの服を着とったんよ。うんうんうん。まあだからね、喜んでくれると信じて。はい、ということでじゃあ家に戻って日本食の仕込みしましょう。さあということでキッチンに帰ってきました。今住んでるお家ですね。ということで日本食作りましょ唐揚げを作るための肉ですね。う。すごっ。すっごい。なんかもも肉ありますかって言ったら、もも両足ありますって言ってそれしかないって言われて、なんかもう足の全部足全部ほんまや。すっごいな。すごいな、ほんまや。足全部や。少ないわ。しかしなんか食べれる場所がな。鶏の下処理がこんなにも大変なんて、いつも楽に切るだけで調理できとったのは、この面倒な下処理を事前にやってくれとったからこそなんやなって感謝。おお、すごっ。まずは塩と胡椒で味付けをするんですよ。そしたら醤油とアホこんくらいかな、適当に。そのニンニクと醤油はここの村で手に入ったんやな。そう、ニンニク、今ニンニクなんでも世界共通やね。醤油はね、あった。けど味が違うな、全然。こんな醤油です。海外の醤油って結構アルコール感が強い醤油が多いけど、これがそれ、アルコール感が強い。でこうやって揉んでいくんやな。でこの鶏肉を有効活用したいんですよね、リオ。はい、こんなにもね、骨ばかり。うわ、めっちゃ、これ全部骨？めっちゃうまいこれ。はい、じゃあ入れます。おお。何にするんですか？これはもう鶏ガラね、スープを作ります。はい。レシピを見てないから何が正解なんかわからんけど、見よう見まねで鶏ガラスープを作ることに。鶏の出汁がまずいことはまあないから美味しくなるでしょう。続いては何を作ってるんですか？お好み焼きを作ります。はい。お好み焼きの生地をね、作ります。はい。まあお好み焼きといえばキャベツなわけですけども、はい。この国のね、暑い国ですので、寒い場所でよく育つキャベツがですね、高いんですね。はい。これで100いくらでだけど、こんなちっちゃくて100いくらなんだけど、質がすごく良くない？種類が多分違うキャベツないけど、うん。日本のキャベツとは違う。全然違うな。全然違う。ミニマムな感じ。まあ、これしかないのでね、まあ、あるものでやるしかないから、キャベツ全部もう一つも丸々使おうと思って。はい。もう硬い、すごく。ほんとだね。生では食べられたもんでね。ほんまやな。硬い、すごい。ちょっと食べてみていいか？洗ってないよ。しかも見てやめとこうこんな感じ。すごい芯がでかくて。ほんとだ。キャベツ切って、はい千切りして、で本来なら長芋入れるじゃないですか、お好み焼きって。うん。でもこの国ってかほとんどの外国長芋がないので、南米にね、ユカっていう芋があったので、でこの芋をスープと一緒にこの間食べたところすごくもちもちして美味しかったから、これはお好み焼きにいいかもって思ったから、これをすりおろしてみました。はい。でそれがなんか長芋の代わりになるかなと思って、どれがすり戻したやつ？この細いやつ。ああ、なるほどね。あとだし、うん。俺らが持ってるやつですね。俺らが持ってるだしを入れてかき混ぜるって感じですね。はい。ちょっと忘れてました。何ですかそれ？これソーセージ。え？豚側の薄切りの代わりにソーセージにした超細いな。細くて長い。魚肉ソーセージみたいな。はい、お好み焼きのソースをね、作ります。お好み焼きのソースはないので、代用として醤油とケチャップと砂糖を全部1対1対1で入れて、これを軽くね、火で煮詰めます。軽くでいいです。ちょっとふつふつしたなって思ったら止めるぐらいで大丈夫。どこの国にもある材料でソース作れるし、今のところどこで作ってもお好み焼きって大好評やで、もし海外で日本食振る舞いたい人がおったらお好み焼き作るとめっちゃ喜んでくれるかも。一方その頃、父ちゃんはデザートのお米に大量のバターや砂糖、牛乳を混ぜたものを作ってくれとった。砂糖とお米と牛乳の組み合わせってソタリオ、他の国で食べたことあるんやけど、めちゃくちゃ苦手なんさな。でもせっかく作ってくれとるからもちろんいただきます。さあ、ということで今からお好み焼きチャレンジがスタートします。はい、何ですかお好み焼きチャレンジっていやだってお好み焼き裏返すの難しいでしょ。おお。お好み焼きで一番大事な部分といっても過言ではないお好み焼きを焼く工程。これね、フライパンがサビサビでくっつくものしかないってなるとかなり作るのが大変なんさな。このお家のフライパンもゴトゴトで古いから、お皿を使ってひっくり返すことに。お、いい感じじゃん。おお、すごっ。
なるほど、そうやってやると生地にも上手やな、本当にすごっ、天才やんお、すごい、唐揚げですか、これが。おー、楽しみ。お好み焼きと唐揚げは間違いなく万人受けする料理屋で、食べてもらうのがワクワクする。他になんかさ、外国人受けする日本食ってあるかな。なんかあったらコメントで教えて。こうして夜ご飯が完成。大量の唐揚げとお好み焼き4枚。久しぶりの唐揚げ美味しそう。万人受けする日本食代表唐揚げとお好み焼き。普段小食の少年キリはびっくりするほどお好み焼きを食べてくれました。あれ、もしかして足らんかったかなって思うぐらいものすごいスピードで料理がなくなってった。この日は父ちゃんと母ちゃんの記念日でもあったようで、美味しい日本食を作ることを頼まれとったで、みんな喜んでくれてほんまによかった。サルー、乾杯。乾杯。乾杯。コロンビアのクリスマスはまるで年越しのように、日付が変わるまで起きて、日付変わったら花火が鳴り響く。そんでメリークリスマスって家族とハグを交わす。初めて見るクリスマスの祝い方やけど、めちゃくちゃ素敵やなって思った。こんなちっちゃい村ですら盛大に祝うんやで。毎年とかどんなんなんやろ。花火を見た後はプレゼント開封。24日の日中には置いてなかったサンタさんからのプレゼント。25日の日付超えてから見るといつの間にか置いてある。うわーうわコロンビアでは紙を破らないとプレゼントがもらえないというーへー、wow, interesante. Próximo año. Ah, Damos de chiquito. De Santa para aquí. ¡No puede ser! Uy, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Uy, el que habíamos visto en la tienda. oh, ¿qué es? あなんと2人ともパパママからプレゼントをいただいた。なんやろか。 Mira. muy bonito. Ay, ya empezó. Grande. Camiseta de la fundación. Ah, buenísimo. Ah, muy bonito. Oh. De Santa para aquí. Oh. ¡Lo que yo quería! Ya no hay nada. Pensé que había otra cosa. Ok. De mamá para Kilian. Oh. Oh, mismo. Oh. De Kilian Luzma Johan para Riona. Oh. Gracias. Mismo. Oh. Gracias. De Santa para Kilian. Oh. ¿Qué es esto? Cargas hacia Ah, atrás. sí. Uy, es como una real. Me なん gustó かサンタ más. さんから来たの親がよく知ってるな。説明するのも面白いな。 Sí, esa la tiene un amigo mío. そしていよいよソタリオからチビにプレゼントを渡しました。リスト。いいよ、切るよ。 Ay, pensé que era una. ¿Qué es eso? ¿De quién es? También. 後日女の子にもプレゼントをあげました。反応が女の子らしくて可愛い。その後はお酒とフルーツを贅沢に使ったジュースで自家製カクテル。サルー。乾杯。ということでクリスマスと俺の誕生日編のコロンビアの生活が終わりました。どうでした？どうでした？
本当ね今お世話になってる家族の人たちってめちゃめちゃ優しくて、俺の誕生日の日もねすごい大変で疲れた日だったのに、彼らにとってはね。なのに俺の誕生日をね祝ってくれて、人の温かさに触れれたとてもいい経験ができたなって思います。リアも唐揚げ作ってくれてありがとうございます。美味しかったです、めちゃめちゃ。リアはどうだった？日本とかね、他の国とは全く違うクリスマスの過ごし方でコロンビアって24日日付が変わるまで起きとって、25になった瞬間花火バン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 で文化が違うなっていうふうに思って面白かった。次の動画はね年末年始を過ごす動画になるかなって思います。ということで、じゃあ今日も動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。じゃあバイバーイ。